こんにちは、アカデミアの富代です。前回はベース内でカットする正波と言われる A ラインスライスのカットの仕方を紹介しました。今回紹介しますのはベース外の連続展開によるレイヤーの仕方です。ではベース外とはどういう意味か、はじめに展開図で確認してみましょう。この図のようにパネル幅を一定にしてパネル幅の外に外すという意味になります。まずパネル幅は1個分、もしくはパネル幅半分、ハーフベースなどと呼んでいますが、最初にバランスを見ながらどの程度外してカットしていくかを決めます。その連続展開のことを言います。すると図のように切られた紙が下に落ちた時に、前が短く後ろが長く切られ、紙が後ろに流れやすくなります。そのような意味になります。特に体験していただきたいのは、ベース外にベース1個分外すなど決めて連続展開していくことです。こうすることで一定方向に紙が流れる力と方向性が出てきます。紙を後ろに流したいなど、お客様の要望に応えることができます。これがカットで出せる力と方向性です。ここでカットに入る前に少し時間をいただいて聞いてほしいことがあります。少しお時間ください。それは基礎についてです。人は基礎を繰り返すことで育つということです。基本を繰り返すことでしか人は強くなれないことを知ってほしいのです。どのスポーツの一流プレーヤーもピアニストもそのことを証明しています。どの世界でも基本を知らずにプロになることなど到底考えられません。トレンドも流行もすぐに腐り始め、早々と過去のものへとなっていく結果、資産になりません。迷ったら帰る場所はここにある。考える、考え方、考える意味を身につけることは一生目減りしないクリエイティブ資産を蓄えることになります。特に20代は自分に投資をしてください。この基礎の繰り返しがどんなヘアスタイルも自分で考えてカットすることができることにつながります。では前回の繰り返しになりますが、はじめは次のルールを守って行いましょう。まずはシェイプに対して直角にカット。もし疑問があればカットしない。仕事はきれいに丁寧に。これらのことは初めのうち徹底して頭に入れて行ってください。それが結果的には早く上達するコツになります。少し前置きが長くなりましたが、では早速ご覧ください。前、横、後ろのシルエット、ネープの紙の厚さ加減をイメージしてください。イメージできたら前方からオフベースの連続でカットしていきます。前方からカットすることでオフベースの加減によってはバックの奥行きを自由に調節することができます。まずはベース1つ分オフベースするのかハーフベースオフにするか決めて連続してカットしていきます。またコーナー部分の回り込みの時、スライス幅、毛束の角度に注意が必要です。逆刃のショートレイヤーっていうのを切ります。スライスの取り方、パネルの取り方、スライスラインが違うっていうことですね。まずブロッキングですけれども、トップのブロッキングは馬蹄形に取ります。フロントから攻める逆刃のレイヤーの特徴っていうのは、奥行きを自由に操ることができます。日本人の場合は骨格が顔の大きさに対して奥行きがない人が多いので、フロントからずっと攻めていって切っていくと後ろをいくらでも長くすることができるので、奥行きのあるスタイルを自由自在に作ることができます。このパネルの幅の中に今引いてますけども、これがオンベースです。これを徐々に後ろを長くしたいために、やや前方向にパネルをずらします。右の方に外してるので右オフベースでカットをしていきます。では実際にカットします。そしたら同じようにパネル幅も一定に、斜め具合も一定に、オンベースだけどもやや前方向に倒し気味で切っていきます。次のセクション、次のセクションもオンベースだけども心持ち前
倒し気味で切っていきます。今フロントサイド部分が切り終わりました。今度バックサイドにやや入り始めました。この時に想像するのは、今まで切ったカットラインから理想的な頭の形を考えて、やや、内側に切り込んでいきます。途中まで切り込んでいきます。オンベースだけどもやや前方向へ倒して、で下のガイドに合わせてカットしていきます。理想的な頭をイメージして途中までカットします。この調子でブロッキングラインの U 字ラインに沿って、今こういう方向、次はこういう感じで進んでいきます。同じような調子でベースに対して右オフベース、右に毛束を少し外してでガイドラインに沿って切っていきます。ここはちょうどバックセンターの位置になりますけども、それをオーバーして切っていきます。オンベースだけどもややフロントサイドにずらして右オフベースで切っていきます。同様にカットしていきます。反対側を切っていきます。最初切った長さが、顔のどの位置にどこのポイントに向かって切られてるか、ここでもう一度確認します。今カットされたのはちょうど鼻と鼻の付け根の中間あたりにカットされてますので、そのことを頭に置いて反対側も切ります。やはりこれもオンベースだけども、やや前方向へ倒し気味、自分がイメージする長さよりも心持ち長めに切ります。左右の長さがフロント部分が OK か後ろの部分が OK か確認を取ります。で OK でしたら次のパネルへと進みます。2つ目のパネルも下のガイドに合わせてオンベースだけどもやや左オフベース、顔の方にベースを外して切ります。次のセクション、次もフロントの方に顔の方にややベースを外して切ります。先ほどと同様にネープの方、このバック部分はこういうシェイプが理想的なシェイプなので、こういう理想的なカーブをイメージして、この耳の付け根から下の方は少し短めに切り込んでいきます。そしたら同様に次のセクションもカットしていきます。はい、次のセクションも切っていきます。
はい、下のガイドに合わせて耳の下は切り込んでいきます。この辺まで切り進みましたら、ここの長さがだいたい同じかどうか確認をします。このようにだいたい同じ長さに切れていたら、このままバックセクションどんどん進んでいきます。ちょっと微妙に長さが違ってたら修正カットします。バックセンターに向かって切り進みます。ここはセンターラインですけども、オーバーして切れる毛があったら切っていきます。各パネルごと正しく前方の方に少し移動して順番に切れてるかどうか横スライスにとってチェックしています。このように前が少し短く後ろに行くに従って徐々に長く規則正しくきれいにつながりのあるように切れてれば、一番長くなるのはこのセンター部分です。徐々に長くなるように馬蹄形に切れてれば角度の移動がきれいにいってる証拠です。右側も同様になってるかどうかチェックして見ていきます。横スライスを取った時に切り口がきれいに揃っていれば OK です。そうしましたらネープの長さを決めます。その人の持っている顔の長さを参考に、あとサイドの長さとのバランスを考えてネープの長さを決めます。この場合ですとこのぐらいの長さに切るとバランスがいいかなと思います。必ずサイド顔の位置をチェックしてバックセクションに入ります。ネープに向かって残りをカットしていきます。今まで切ってきた上の流れを見てネープへとつなげていきます。はい、次のセクションも斜めスライス。これも上の長さから徐々にぼかしてネープへとつなげていきます。今まで切ってきたこの流れに沿ってで下に向かって切っていきます。同じように上の流れの延長線上からネープに向かって理想的な頭の形をイメージしてカットしていきます。やはりセンターラインを越えてでカットして進みます。こちらサイドも同様に上からの流れを見て理想的な頭の形をイメージしてネープへつないでいきます。はい、センターラインをクロスオーバーさせて切っていきます。このようにして切ることによってお互いクロスチェックしますので綺麗な馬蹄形に切れます。バックセクションのネープが切り終わりました。やはりこれも横スライスを取っ
ってこう持ち上げてきて綺麗な馬蹄形に切れてるかどうかチェックしてみます。この段階で綺麗に揃ってないようでしたらもう一度、斜めスライスで長いところをチェックします。このようにどこを取っても綺麗な丸さに切れている場合は OK です。トップ部分を切ります。今馬蹄形に取れているのでフロントセクションとバックセクションに分けます。これは自然に髪の毛が分かれるちょっと前あたりに分け取ります。ここも斜めスライスに取って下のガイドに合わせて同様にカットしていきます。合わせてカットします。はい、切れる毛は全部右サイドの方に寄せて下のガイドに合わせてカットします。反対サイドも同じようにカットします。下のガイドに合わせて切ります。次のパネルも斜めに取って両サイドにパッて切ってるので少し三角っぽくなってるのでそれを少し修正して三角ベースに取って縦のつながりを見ます。この縦のつながりが理想的な形になるように少しほんのちょっと修正カットします。はい、真半分に分けて今コーナーを取ったところを真ん中に合わせて切れる毛があったら切ります。はい、反対側も同様に切れる毛があったら切ります。残りの部分のカットに入ります。残りの部分は顔のセンターラインと平行にスライスラインを取って今度は先ほど切ったガイドを目安に真横に引いて切れる毛を切ります。はい、次のセクションも横に引いて今頭を垂直にして床に対して平行ぐらいにこのパネルを持ち上げてでガイドに合わせて切ります。はい、切れる毛は全部こちら側に寄せて切ります。同様にセンターに平行にスライスラインを取って切れる毛は切ります。もうすでにこのモデルさんの場合には、フロントの長さがそんなに長くないので長い場合にはここでフロントの長さを決めます。前方向にシェイプをして揃える程度切ります。サイドの紙へとこうつないでいきます。モヒカンガイドを作ります。
顔の中心部、モヒカン部分を取ります。ただそこの部分を持ち上げて、今までバックセクション切られてきたガイドがこの長さになります。この長さより前髪が心持ち短く、前髪を短く切ることでこれが横に倒れた時に前が短く後ろが長く切れて横とのつながりが良くなります。心持ち前が短くなるようにカットします。センターに分けます。センターと平行にスライスを取って、ここの部分をセンターラインに垂直に立てて、そこに集めて、切れる毛は切ります。ガイドに合わせてカット。はい、次のセクションもそこに集めてカットします。反対側も同様にこの真ん中に集めてきて、切れる毛は全部切ります。はい、全体切り上がったので、今度コーナーをチェックカットしていきます。まずは横スライスに取ってスクエアに切れてるかどうかチェックします。はい、こちら側反対側もチェックします。はい、ではここのコーナーの部分をチェックしていきます。これは下からの流れでコーナーを落としていきます。下の切り口の流れでコーナーを落としていきます。こちらサイドも同様に下の延長線上で落としていきます。バックセンターへとコーナーをチェックしていきます。これでコーナーが落ちましたので、アウトラインのチェックに入ります。アウトラインをチェックします。はい、ネープの部分のアウトラインをチェックします。前方向にシェイプをして、コーナーがあると硬い感じがするのでコーナーを少し落とします。前方向にシェイプをして、後ろ方向にシェイプをしてチェックします。
ネープの部分は前方向にきれいにシェイプして、このコーナー部分を落とします。はい、繰り返しになりますが、早速図解による解説をしていきましょう。まずは逆刃 V ラインスライスによるベース外に外してカットしていく連続展開です。この図のように、まず斜めスライスラインにとってワンパネル目を切っていきます。前頭部と後頭部を分けて右サイドからカットを始めます。第1パネル目は全体のスタイルを決めてしまうガイドになりますので、あらゆることを考えて決めましょう。もちろん下にガイドを作ってから斜めスライスにとってカットしても構いません。次に2パネル目は1パネル目と同様にスライス幅1個分外してカットします。次に3パネル目も同じ要領でカットしていきます。今回はそれほど上が長くなるような段差のレイヤーではありませんので、動画を見ながらカットしてみましょう。左サイドのフロント部分をカットして、両サイド同じ長さに切れているかどうか確認後、バックサイドに進みます。実はスライスラインの角度も関係します。上の方を長くしたい場合は、斜めスライスが横スライスに近づいていきます。バックサイドは横のガイドの延長線上から襟足に向かってカットします。両バックサイドを同様にカットしたら、ネープの長さをカットし、サイドのカットラインの延長線上から流れを見ながら、襟足のガイドに向かってベース1個分外して切り進みます。図の矢印のように後ろから見た時に頭の横の形がきれいに見えるような骨格をイメージして襟足のガイドに向かってカットを進めます。時々横スライスに取り、切ってきた流れをチェックしながら切り進みます。切り終わったらチェックカットをします。見方はサイドからバックにかけて徐々に長く U 字馬蹄形に切れていたら OK です。その後バックのトップ部分、クラウン部分を前頭部と後頭部に分けて図で示す白丸部分を分けたら、サイドで切った流れをガイドに逆刃 V ラインのスライスラインで2等分から3等分で切ります。両トップをカットすることができたら、トップのブロッキングラインからバックセンターに向かって三角形を取り、下の流れから理想的な頭の形に修正カットをします。その後センターに分けて縦スライスでオンベースでチェックカットします。フロントとトップ部分は横スライスで毛束を取り、サイドをガイドにカットします。トップセンターまでサイドをガイドに切り進みます。上下の角度は床に平行に引きカットしたら、反対側も同じようにカットを進めます。そのようにカットすると、トップ部分を横スライスで取って持ち上げてみると、三角形に角ができていると思います。まず前髪部分を作り、バックと前髪を結ぶようにモヒカンガイドを作ります。センターに分けてサイドから髪をモヒカンガイド方向に集めてカットします。両方トップを同じようにカットしたら、トップサイド部分のコーナーを落としながらバックセンターまでチェックカットをします。両トップ部分を同じようにカットしたら、トップとサイド部分のコーナーを落としながらバッ
バックセンターまでチェックカットをします。もちろん両サイド同じようにチェックカットをします。その後顔周りや襟足周りをチェックカットします。この場合襟足の形、角を少し丸くするなど形にも似合わせを考えて形を決めましょう。多くのお客様がその髪型かっこいいわねなどという場合、顔周りよりも横顔だったり後ろの髪型を見て言う場合が多いからです。後ろから見た髪型、襟足なども気を入れてデザインしてあげることできっとお客様の紹介につながるでしょう。チェックカットが済んだら終了になります。僕の動画では今ヘアカットの基本に特化していますが、これから美容についての情報を発信していくつもりです。次回はマッシュルームカットで角度を正確に引くヘアカットの仕方を紹介します。もし気に入っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また概要欄には関連ブログも紹介しています。関連動画も記載しておりますので、そこから見たい情報をクリックしてみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。